はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのは M416D カービンエアコッキングライフルクラウンモデルになります。もともとガスブローバック以外についてはですね、あまり購入していないんですけれども、以前からこのエアコキの HK416D モデルである M416D が少し気になってはいました。もともとは発射音の静かな価格の安いアサルトライフル形状のエアコキを探していたところ XM4 というモデルを見つけたのが始まりになります。ただこちらはキャリングハンドルが外せないようで、光学機器を載せることを前提にしていたので、この XM4 はちょっと諦めました。同じ条件で探していたところ、私の好きなですね HK416D をモデルにしたであろうこの M416D を見つけました。購入しようかちょっと迷っていたんですけれども、最近某通販サイトでタイムセールで非常に安くなっていて、思わず購入してしまいました。可動部分も少ないので、見た目や機能など簡単にちょっとご紹介したいと思います。また最後にですね、ちょっと内部カスタムしたので、そちらもお伝えしたいと思います。手に取った印象ですけれども、手に取ると非常に軽いですね。重量は約 800g になります。こちら片手でも簡単に保持できます。全体的にですね、マットブラックに仕上げられているのはいいと思いました。ただやっぱりバリやですね、傷は散見されます。ストックやグリップなど HK416 モデルにかなり近づけて作っているのも印象的です。見た目は思ったほどおもちゃしてないんですね。予想よりはしっかりしていたのが印象的です。それでは各部見ていきたいと思います。フラッシュハイダーは樹脂製のバードケージタイプですね。こちらはね、取り外しできないようです。フロントサイド、リアサイドともに樹脂製になります。リアサイドはドラム式で、このピープをですね4段階に回して設定することができます。ハンドガードは4面レールになっています。こちらも樹脂製になります。このレール部分はですね、これ別パーツになっています。樹脂製のレールなので、オプションパーツ装着時にはですね、割れないように注意が必要だと思います。あとこちらハンドガード上部のレールの中にですね、ナンバリングがされています。こちらアウターバレルはなくてですね、中に見えているのはインナーバレルが直接見えていますね。アッパーロワーレシーバー左側になりますが、刻印等はありません。ボルトリリースもですね、固定式になります。トリガーは樹脂製になります。グリップは HK 独特の丸みのあるグリップが表現されていますね。フィンガーチャネルのあるタイプになります。セレクターは左側のみになります。こちらセーフティーと、あとこちらセミですね。あとフルオートに稼働します。ただフルオートをセレクトしてもですね、もちろんセミオートでの実車になります。バッファーリングはスリングのスイベル等はありません。こちらも樹脂製です。ストックも刻印はありませんが HK416E1 タイプに近い形状だと思います。6段階の伸縮が可能になります。バットプレートはこれラバー製ですね。取り外しが可能です。このチャージングハンドルでコッキングをします。このコッキングは非常に軽いですね。ボルトフォワードアシストは樹脂製で稼働はしません。エジェクションポートカバーも開きません。マガジンはこの背面にあるこの蓋を開けてですね、BB 弾をこのリザーブタンクに入れます。でこちらですね、このようにフォロワーを下げて、この前面にですね BB 弾を送り込む形式になります。なのでここの送り込まれて撃てる総弾数は18から19発になります。分解は基本できないですね。分解可能なのはストックが外せるぐらいですね。全体の感想になりますけれども、M416D ですが非常に軽量で扱いはしやすいです。全体として樹脂製ですが、樹脂特有なテカリなどもなく、マットブラックに見た目を仕上げている点は非常に良いと思います。
レールもナンバリングされてますし、ピカテニレール仕様なのでオプションパーツの取り付け可能な点は良かったと思います。ストックは取り外し可能なんですけれども、私持っているブッシュマスタータイプやあとマグプルの CTR タイプなどいくつかちょっと試したんですけれども、ストックチューブが太くてで入りませんでした。こちらだから独自規格かもしれないですね。実車ですけれどもチャージングハンドルは軽くてですね、実車もしやすいです。で発射音も意外に小さいのが印象的でした。初速は10斤なので 0.12g の BB 弾で平均 40m ぐらいですかね。よく言えばフラッシュハイダーは取り外し可能にしていただきたかったですね。こちらサブレスさんなどで取り付け可能になるので、そこはちょっと残念です。もちろんモナカ形状での、ネジ丸見えの作りですとかアウターバレルのミット、あと所々にある傷やバリなど、値段相応の作りな部分はありますけれども、限られたコストの中でかなり頑張って HK416D を再現していただいたと思います。10金仕様の M416D ですが、非常にコストと外観の両立をうまくしたエアガンだと思います。もちろん部屋打ちで楽しむのもいいと思いますし、このネジ部分等をですねパテで埋めたり、あと塗装をすることで外装を自分なりの好みに仕上げて鑑賞用にトライするのもいいかもしれませんね。純正品のレビューは以上になります。個人的な理由なんですけれども、重痕が残って命中精度が分かりやすいように、私は普段ターゲットをですね厚紙を使用しているんですね。なので10金の初速だとその厚紙が貫通せずに跳ね返ってしまうので、ちょっと初速を18金レベルに上げたいと思いカスタムしたいと思います。ということで初速を上げるためにスプリングを交換します。電動ガンのスプリングが使用できるようなのでこちらを購入しました。このスパーク M95 のスプリングになります。このシリーズ M80 から M130 の9種類があるようで、ちょっとどれを選べばよいかちょっと迷ったんですけれども、あまり初速を上げても本体が10金の仕様なので、耐久性を考えてちょっと95にしてみました。まず分解するにはですねストックを外します。次にストックチューブをこの両サイドにある爪を押しながら引き抜きます。その後バッファーリングも外します。あとは上部と下部、あと右側のレールを外します。その後はですね右側にあるプラスネジ複数と、あと T8 トルクルスネジ2本、こちらを外して、少しずつ溝を開けながら最後にチャージングハンドルを少し引くと左右に分解ができます。スプリングを変える前にインナーバレルとチャンバーがちょっとゆるゆるだったので、インナーバレルのつなぎ目にですねアルミテープを少し巻いて緩みをなくしています。その後ですね、シールテープを巻いて、密閉度を上げてですねちょっと気密性も高めてみました。最後にスプリングを取り替えて元に戻しています。これ実写してみたところ初速は 0.2g の BB 弾で、70m 台まで上がりました。耐久性を考えればこれくらいで十分かと思います。命中精度はちょっとアイアンサイトでの結果なんですが、なかなか良いと思いました。少し右側による傾向ですけれども、これは私の癖かもしれません。ただ発射音やバネ鳴りは少し大きくなって、チャージングハンドルもですね、少し重くなりましたけれども、許容範囲かなと思います。もちろんですね銃の寿命を考えれば元のままのスプリングをお勧めします。今後はですね塗装も含め、できる範囲で、光学機器等もカスタムしてみたいと思っています。以上でレビューは終わりますが、この後の実写シーンではですね初速調整後の状態でお送りします。よろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。